はい、お疲れ様です。2026年も5月ということで、この春から新生活のためにパソコンを買い替えたり、新しく買ったっていう方も多いと思います。その中で Mac を選んだという方に、もし今入れてなかったら、ぜひ使ってほしいというアプリがあるので、今回はこの動画でそちらを紹介したいと思います。僕自身このアプリを2年ほど前から使っていて、もうパソコンを開いたら毎日必ず使いますし、それなしでの生活は考えられないぐらい依存しているめちゃくちゃに便利なアプリです。そのアプリの名前はレイキャストというんですけど、このアプリはカテゴリーで言うと、ランチャーアプリと呼ばれるものになります。ランチャーアプリとは何って方も多いと思うんですけど、一番イメージしやすいのは MacOS にデフォルトで入っている Spotlight という機能だと思います。ただ、このレイキャストというアプリはデフォルトのスポットライトを完全に置き換える目的で開発されているので、スポットライトでできるアプリの検索やファイルの検索はもちろんのこと、それ以上にランチャーアプリというカテゴリーを超えて想像できないぐらいいろんなことができる便利なアプリになっています。これを使えばパソコン上でやりたいことがすごくスピーディーに行えるようになるので、知っておいて絶対損はないと思います。というのも、このアプリインストールしてもらえばわかると思うんですけど、完成度がめちゃくちゃ高いのに、基本無料で使うことができます。なので逆に入れないのが損ぐらいです。MacOS はアプリのエコシステムが非常に充実していて、やりたいことが標準の機能ではやりにくかった時に、アプリを入れるとそれがやりやすくなるということが多いんですけど、デメリットというか、ある種の文化というか、Mac のアプリって基本有料なものが多いです。そこで開発者に敬意を払って買っていくというのも大事かと思うんですけど、アプリ一つ一つが結構高かったりするので、全てを揃えていくのは経済的に大変だったりします。ただ、このレイキャストを入れると、意外とそういう他のアプリで賄っていたことが、このアプリ単体でできちゃうってこともあるので、そういう面でも節約になったりします。この動画では、インストールの仕方から、レイキャストの基本的な機能、そして生産性を上げるためにどんな使い方をするかという応用的な使い方まで網羅したいと思っているので、レイキャスト知らなかったって方はもちろん、知っていてもまだ使いこなせていなかった方も、ぜひチェックしてみてください。それでは早速見ていきたいと思います。はい、それではレイキャストのインストール方法から解説したいと思います。ただここは難しいこと何もないので、まず説明欄に書いてある URL からレイキャストの公式ページにアクセスしてもらって、一番トップページにダウンロードボタンがあるので、こちらからアプリをダウンロード、そしてダブルクリックで開いてインストールしてください。ちなみにこのページを見てもらうと、Windows 版もあることがわかります。これは比較的最近出てきたもので、実はレイキャスト、Windows のサポートも対応しているんですけど、こちらにも書いてある通り、まだベータ版となっていて、最初に出た Mac 版のレイキャストでできることが全部 Windows 版でもできるという状態にはなっていないので、今回は紹介を省きたいと思います。そしてレイキャストを最初に立ち上げてもらうと、軽くセットアップのフローが始まります。そのセットアップのフローも非常に完成度が高く作られているので、基本的に書いてあることがわからなくても、なんとなくずっとそこで示されている通りに操作していけば終わるかなと思います。一応ポイントとしてそこでスポットライトのショートカットキーをレイキャストで置き換えていいかというふうに聞かれると思うので、ここは僕のおすすめとしてはぜひ置き換えて使ってください。スポットライトはデフォルトでコマンドスペースで起動することができるんですけど、それをレイキャストの起動コマンドに置き換えることができます。そして万が一、レイキャスト上の設定でコマンドスペースで起動するように設定したはずなのに、まだコマンドスペースを実際に入力してみると、レイキャストじゃなくてスポットライトも立ち上がってしまうという問題の解決方法もここで解説しておきます。Mac の設定画面を開いてもらって、その中のキーボードからキーボードショートカットを開いてください。すると Mac 内のキーボードが全部設定できるページが立ち上がるんですけど、その中のスポットライトを選択してもらって、右側にあるこちらのスポットライト検索表示、このチェックが外れていることを確認してください。最初はこのスポットライト検索表示が必ずチェックが入ってしまっていると思います。すると、レイキャストのショートカットコマンドであるコマンドスペースと衝突してしまって、スポットライトとレイキャストが同時に起動してしまうことになるので、こちらのチェックを外して、スポットライトの機能はオフにしてください。はい、それではここからは、レイキャストの基本的な機能について紹介していきたいと思います。まず最初に、これはスポットライトでもできることですけど、アプリの検索を見せたいと思います。レイキャストの起動コマンドは先ほど設定したようにコマンドスペースで起動するようになっているので、実際叩いてみると、このようにレイキャストのコントロール画面を
見ることができます。そしてここに検索スペースがあるので、実際に開きたいアプリの名前を打ってもらえれば、はい、このように次々開くことができます。この検索精度とか、あと開くスピードなんかも非常にスピーディーで使いやすいかなと思ってます。ここまではスポットライトでも同じことができるので、さーっと流したいんですけど、次に紹介したいホットキーとエイリアスについては、スポットライトではできない便利な機能なので、ぜひチェックしてみてください。レイキャストの左上のメニューページのセッティングを開いてもらうと、この通りレイキャストの設定ページを開くことができます。その中で Extensions というタブを開くと、このように Mac の中に入っているアプリの一覧だったり、あとレイキャストが持つアクションの一覧を見ることができます。右のこの列がエイリアスと書いてあって、ここがホットキーと書いてあるんですけど、これがかなり便利で、簡単に言うとよく使うアプリだったり、よく呼び出したい機能に特定の短い名前やショートカットキーを設定することができます。実際にやってみたいと思います。例えばここに Google Chrome、ブラウザの Google Chrome があるんですけど、この下にいろいろ見てもらうと、その Chrome を開くだけじゃなくて、その中のさらにもう一アクションがいろいろ列挙されています。実際ちょっと開いてみると、はい、このように Create New Incognito Window っていうアクションがあるんですけど、これを直接実行すると、Chrome を開いてからシークレットモードのブラウザを開くんじゃなくて、レイキャストから直接 Chrome のシークレットウィンドウを開くことができます。これからやるのは、シークレットウィンドウを開くという操作に、エイリアスと、あとホットキー。ホットキーっていうのはショートカットキーのことです。これをそれぞれ設定してみたいと思います。エイリアスは、そのアプリ、またはアクションに対して、短い名前を設定することで、このアプリのランチャーページから簡単に検索できるようにする機能です。例えばここではあえて分かりやすいように INC というエイリアスを設定したとすると、この検索画面の方で、INC と打つだけで、この Google Chrome のシークレットウィンドウを開くという操作を実行することができます。もっと短いキーワードを設定することもできて、例えば I とかにしておけば、この数あるアプリだったり、アクションの一覧の中から、たった1文字 I と打つだけで、Google Chrome のシークレットウィンドウを開くという操作を一番上に表示させることができます。すると非常にスピーディーに検索ができるという機能です。これがエイリアスなんですけど、もう一つのホットキーというのは、同じように開きたいアプリ、実行したいアクションに対して、ショートカットキーを設定できる機能です。ここでは例として、Ctrl Shift O というショートカットキーを設定してみたいと思います。すると、レイキャストの設定画面だったり、レイキャストが全く開かれていないような画面でも、Ctrl Shift I を叩くと、このように設定したアプリ、今回は Google Chrome のシークレットウィンドウを直接開くことができます。もうこの画面で文字を入力したりする必要なく、よく使うアプリなんかを登録しておけば、こんな感じにスピーディーに呼び出すことができるんで、これも非常に便利だと思います。次に、レイキャストでできる計算だったり、単位や通貨の変換について紹介したいと思います。この画面を開いてもらった状態で、数式を入力してもらうと、こんな感じで簡単な計算はここの画面上で行うことができます。これは計算機アプリをわざわざ開かなくていいので、これ自体もかなり便利です。ただここからがもっと便利なんですけど、単位の変換を行うことができます。例えば1メートルって入力した時点でもうフィートに変換されていたり、重さなんかもこんな感じでキログラムからポンドに変換されていたりします。で、ここでこの画面で対応している計算式っていうのは非常にいろんなものがあるんで、ここでは全部網羅しきれないんですけど、例えば面白いのは、時間を別の時間に変換したりすることもできます。例えば、7時間を分数で表示するっていう風な変換をここで指示すれば、7時間を420分だよっていう風に教えてくれたり、同じように通貨の換算もできます。100ドルが今何円なのかっていうのを聞いたとすると、こんな感じで今のレートで、15,891円だよという風に教えてくれたりします。で、ここに時間が書いてあるんですけど、ほぼリアルタイムで為替の情報を取ってきていて、いちいちそういうのも専用のページとか開かなくても簡単に調べることができます。
こんな感じで、電卓アプリとか、為替サイトとかも、あとさっきのちょっとした変換だったりも全部ここでできるっていうのは非常に便利です。次に、レイキャスト上でできる Windows の管理について紹介したいと思います。まず設定を見てみると、エクステンションズの中にこんな感じで Windows Management というカテゴリーがあって、ここに非常に多くのプリセットが入っています。これは何かというと、このアイコンが示しているように Windows をどこに配置するかっていうのを決めている設定項目です。はい、実際に試して使ってみると、最初にこんな感じで Safari が表示されていたとして、ここでWindows のマネジメントの機能をいくつか見てみると、僕はちょっとあれが多すぎるんで無効化しているのもあるんですけど、こんな感じで選択肢が表示されます。で、例えばレフトハーフっていうのを選択すると、はい、こんな感じでディスプレイの左側に今選択していたウィンドウを寄せて表示するなんてことができます。それから真ん中に中くらいのサイズで表示するとか、あと、はい、縦幅をマックスにするとか、右側の3分の2で表示するとか、さっき設定画面で見たように非常に多くの設定項目があって、それ通りにウィンドウをここから配置することができます。もうわざわざこのウィンドウの隅を掴んで自分の好きなように表示するっていうのはする必要がなくなります。ウィンドウのサイズとかウィンドウの形の変更っていうのもエイリアスとホットキーを設定することができて、自分の場合はコントロールオプションと矢印に設定してます。すると、こんな感じでもうサクサク右と左を切り替えたりとか、あと他のアプリと組み合わせたら、こんな感じで一つのディスプレイを左右で表示させたりとか、左右入れ替えたりとか、いろんな操作ができるようになります。こんな感じでキーボードだけでいろんな画面上の操作をサクサク行えるのが非常に便利です。あと基本的な機能の最後として、クリップボード履歴という機能を紹介したいと思います。これは最新の MacOS のスポットライトでもようやくできるようになったっていう機能なんですけど、コピーしたテキストだったりの履歴を表示できるっていう機能になります。ただまだレイキャストの方が優れているっていうのは、実際開いてみてもらうとわかるんですけど、これが今の履歴の一覧になってます。過去にコピーした内容っていうのが全てこの画面で確認できるというようなものになってます。で、優れているのは何かというと、ここでコピーした履歴を遡れるのもそうなんですけど、画面の右の方を見てもらうと、どのアプリでコピーしたとか、そのコピーした、テキストだったりファイルだったりの型、この場合は URL の形なんで勝手にそのリンクっていう風に検出していたりとか、で、今度こっちにすると、これはそのカラーコードなので、色だっていう風にカテゴライズしていたりとか、そういう簡単なデータをここで見ることができます。で、URL だったら、そのアクセス先のタイトルだったりとかを取得していたり、こちらもそのサイトの画像を取得していたりとか、この画面でざっと確認できることが非常に多いです。画像だったら、そのサイズだったり、ファイルの容量だったりが表示されています。あとコピーした日付なんかも見れます。でさらに検索も優れていて、コピーしたテキストで検索できるのはもちろんのこと、ここからさっきのカテゴリーで分別っていうことができます。テキストだけにしたりとか、あと画像だけで絞り込んだりとか、ファイルだけとかリンクだけとか、であと色だけとかっていう風にカテゴリーで検索して、過去に1回でもコピーしていれば、ここからいつでも呼び出すことができるという、そんな便利な機能になっています。ここはデフォルトのスポットライトでも全然まだまだ追いついていないところなんで、やっぱりレイキャストを選ぶ意味があるかなという風に思います。はい、次に、レイキャストを使って生産性を上げるために、ちょっと一歩進んだ使い方っていうのを紹介したいと思います。最初に使いこなしてほしいと思うのはスニペット機能になります。スニペットというのはクリップボード履歴と少し似ているんですけど、これから何回もテキストだったり文字列を使う可能性があるっていうものをレイキャストの中に保存して、それをいつでも取り出すことができるという機能になっています。実際開くためにはレイキャストの中でスニペットと打ってもらってもいいですし、僕の場合はここで見てわかる通り、オプションシフト C を割り当てています。なので、オプションシフト C を叩けば、このようにスニペットの一覧のページを開くことができます。僕の場合も個人的に使い込んでしまっていて、いくつか見せられない情報とかもあるので、ちょっとモザイクをかけてるんですけど、
どんな情報を入力するといいかというと、メールアドレスだったり、住所だったりを登録しておくと便利なんじゃないかなと思います。というのも今挙げたテキストっていろんなサイトの会員登録のフォームだったり、あるいは発送時の入力フォームだったり、そんな感じで様々な場面で何回も入力する場面が多いと思います。そこでこのようにスニペットを登録しておけば、いちいち1文字ずつ打たなくても、このスニペットを開いて入力したいテキストを探してもらって貼り付ければ、相当早く入力が行われるようになるので便利な機能になってます。ただそれだけではなくて、レイキャストでかなり便利だなと思うのは、そのスニペット自体にもエイリアスのようなものを設定できるというところです。これがただ簡単に呼び出せるというところじゃなくて、他のアプリと連携してうまくできてるなと感じるところがあるので、ぜひ紹介したいと思います。この画面がスニペットの入力ページになってます。今回はダミーで住所を入力したいという想定でこんな感じのテキストを用意しました。で、下を見るとこんな感じでキーワードと書いてあります。ここにもヘルプのテキストがあるんですけど、これ何かというと、他にもアプリとかサイトとかでも、ここに書いてあるキーワードを打ち込んだ瞬間、そのキーワードがこちらのスニペットに置き換わるという、そんなレイキャストの機能になってます。例えばここで住所なんでアドレスと入れてみたいと思います。登録されたのを確認して、メモアプリでさっき入力したキーワードであるアドレスをこう書いてみると、アドレスと書き終わった瞬間、最後の S を打った瞬間、登録していたスニペットに置き換わるのがわかると思います。今これメモアプリでやってますけど、これが例えば EC サイトの配送画面で住所を入力するところだったとして、そこにいちいち何々都道府県から書かなくとも、こうやってアドレスを書いただけでその自分の住所を入力することができるっていう、これもめちゃくちゃ便利な機能です。ただ今アドレスって他の文章を書くときとか、それこそ単語で全然使う場面もあるので、これだとちょっと誤爆してしまうことがあるっていうので、誤爆をしないためにお勧めしたいのは、キーワードの先頭にセミコロンを置いて、その後に自分がわかりやすいような単語とかをつなげるのがいいんじゃないかなと思います。一般的な文字を入力する画面とかでは、なかなかそのセミコロンプラス何々って打ち込む場面は少ないと思うんで、これでかなり誤爆を減らせます。あとすごいわかりやすくて、セミコロンで自分の登録したスニペットを呼び出すっていう風にルールを決めておけば、いろんな場面でわざわざ思い出さなくても使えるようになるんじゃないかなと思います。実際やってみると、セミコロンプラスアドレスで、こんな感じで登録したスニペットをどんどん呼び出すことができます。これ当然住所に限らず、名前だったりとか、電話番号だったりとか、あと1行だけじゃなくて、長い文章とかでも呼び出せるんで、自分の仕事とか、日々そのテキストを入力する場面が多いんだったら、登録しておくと非常に時短になるんじゃないかなと思います。メールの署名とかにも使えると思います。次に紹介したい機能も僕自身がもうずっと使ってきて手放せないっていう機能になるんですけど、辞書に関する機能になります。MacOS ってこんな感じで非常に高機能かつ質の高い辞書が最初からお金を払わずとも使えるようになってて便利なんですけど、引くためにこんな感じで独自の画面を1個立ち上げていないっていうのは少し不便に感じることがあります。そこで自分の使い方は、レイキャストの方でも辞書をすぐ引けるように設定してあって、自分の場合はここで D を打ち込んでから何か入力したい、実際に辞書を引きたい言葉を入力すると、こんな感じで結果が出てきて、で、さらに辞書の中身、引いた言葉の詳細っていうのを、レイキャスト上で見ることができます。これもアプリをあっち行ったりこっち行ったりしなくて済むので、これがない時代ってブラウザ立ち上げて、Google でその英単語とか調べたいときは文字入力して検索してっていう風にやってたんですけど、これがあればもう手元でそういうわざわざアプリを開かずとも入力したい言葉を簡単に聞くことができるんで、そういうさっと調べたいときに非常に便利な機能になってます。一応設定方法なんですけど、さっきのレイキャスト設定のエクステンションズの中に Define Word というディクショナリーの機能がここに定義されてるんで、その中のエイリアスの部分に自分がどのキーワードあるいは文字で起動したいかっていうのを設定してもらったら、あとは検索画面でその文字を入力してもらえれば、ここでまず辞書を起動するってこともできるんですけど、Define Word っていう機能を使えば、このレイキャスト上でさっき見せたみたいに、英単語だったり、MacOS の辞書でできることは全てここでできるようなものになってます。
あと応用編の最後に紹介したいのはエクステンションズの機能になります。ここで今までも軽く見せてきた拡張機能っていうのたくさんあるんですけど、これらはストアがあってそこから自由に増やすことができます。で、今このストアの画面を立ち上げたんですけど、有名どころで言うとその Notion とか、あとSlack とか、そんな感じで有名なアプリのエクステンションズを探すこともできますし、ちょっとジョークっぽいアプリなんかもあったりします。で、面白いのはこの拡張機能を自分で開発するっていうこともできるんで、もし知識があって、まだその自分に必要なものがレイキャスト上で見つからない。またこのストアを見ても見つからないって場合は自分で作ってみるのも一つ手かなと思います。一応このストアで探した拡張機能の面白いものを紹介しておくと、ファンシーテキストっていうのがあって、ここでなんか文字を入力すると、下になんかいろんな書体でその文字を変換してくれるんですよね。ジョークアプリみたいな感じで、これ自体になんか実用性はないんですけど、こういうのもレイキャストでなんかサクサクできると、わざわざそういうのを調べなくてもこう見れたりするんで面白いかなと思います。そうしたら最後、AI 機能について紹介すると同時に軽く料金プランなんかも見ていきたいと思います。最初に紹介したように基本機能はもう無料っていうのはこれは嘘でも何でもないんですけど、レイキャストの中にAI を統合できるような機能もいくつかあって、それがここに書いてあるようなものになります。レイキャスト AI っていうのはまず何かっていうのを見せると、このレイキャスト上でタブを押してもらうとこんな感じで、Ask Anything と、ここでなんか AI に何でも聞けるっていうような画面になります。はい。それとここにちらっと書いてあるんですけど、GPT-5.5 インスタントを使って、このレイキャスト上でそういう AI にいろいろものを聞いたりっていうのをできるようになるんですね。これもメリットとしては、このコマンドスペースからタブでこうやってさっと聞けるっていうのは、他の専用のチャット GPT アプリだったりとか、チャット GPT のサイトっていうのを開かなくても、なんか手元でサクサク聞けるっていうのは結構体験としてはいいです。ただこれがここに書いてあるように、無料の場合は50メッセージは無料だったりするんですけど、この有料だとその制限がなくなっていろいろ使えたりとか、さらに1個上のプランもあって、こっちを使うとこんな感じで、やっぱり最新のモデルは性能がいいし、その使うことでレイキャスト側もお金がかかってるってことで、有料プランが用意されています。一応僕もこのアドバンス AI って言って最新の AI モデルが使えるっていう、そのプランを使ってはいるんですけど、僕の場合はチャット GPT の方の有料プランにも加盟していたり使っていたりするんで、あんまそのレイキャスト上でこれはこういうのがわざわざ使える必要はないかなって思うのが正直なところです。そんな感じでAI 機能を使いたいっていう方はやっぱりプロプラン以上を検討する必要があると思うんですけど、チャット GPT とかもなんか簡単なショートカットコマンドで起動できたりとか質問できたりするっていうのは別途用意されていたりするんで、検討しなくてもいいかなとも思います。一応、レイキャストのそのプロプラン、有料の1個目のプランですね。一番安い方の有料プランでしかできないこともちょこちょこあるんで、それも触れたいと思います。最初に言ったようにちょっと繰り返しになるんですけど、無料でほとんどの機能を使えるっていうのは、それは本当なんですけど、いくつかちょっとだけ制限がかかっているようなイメージです。制限というか、有料プランにするとかなり便利になるっていうイメージですね。で、有料プランじゃないと、ここは自分はちょっと有料プランにこれがあるからしたいなって思った理由の1個目が、このクラウドシンクになります。これ今アカウントにレイキャストの機能と紐づいていて、このレイキャスト起動時にログインするっていう方式で使っているんですけど、自分の場合その使っている Mac の数で言っても、普段使っている MacBook Pro から最近買った Mac mini とか、そんな感じでなんか散らばってて、とはいえそういうマシン移動した時にも同じやっぱ使い心地で使いたいっていう風に思うことがあります。で、レイキャストのこのクラウド機能非常にそこがよくできてて、ここに書いてある検索の履歴だったりとか、エイリアスだったりとか、ホットキー、ショートカットキーですね。スニペットもそうですけど、全部が同期されるようになってます。なので、異なる端末でも同じレイキャストのアカウントにログインしていれば同じ使い心地で、さっき検索したものとか登録したエイリアスっていうのをパソコン変わっても他のパソコンで作業を続行して同じような、テキストだったりを使うことができるっていう、引っ張り出すことができるっていう、そんな便利さがやっぱりこのクラウド機能をオンにするとあります。これがどうしても有料プランに入らないと使えないことの1個目ですね。
あと他にこれ大事なって思うのは、アンリミテッドクリップボードヒストリー。クリップボードの履歴の保存の期間っていうのを、有料プランにすると無限、だから永続的に保存するっていう設定ができるんですけど、無料プランだとそれが数日までっていう限定になってます。ただ、自分は有料プランですけど、保存の期間っていうのは7日間で設定してます。これはあまりに長く保存していると、その検索して取り出したいっていう時に、なかなか出てこなかったり、一番上に出なかったりすると面倒なので、7に設定します。ただ、当然長く設定しておけば一度コピーしたものはいつでも取り出せるっていう状況になるので、それも多少便利かなともイメージはできます。で、これ多分無料プランで使えるのは数日じゃなくて3ヶ月前なので、これも十分すぎるぐらいですね。はい。他にもいろいろあるんですけど、絶対有料じゃないと使わないかなっていう機能はなかったりするんで、やっぱり最初に言った通り、無料で基本的には使えるっていうイメージで全く問題ないです。AI を使ったレイキャストの機能とか少し興味あるとか、あと、クラウドの同期やっぱり必要っていう方は、この有料プランの1個目のやつですね。安い8ドル付き。これ月ごとの支払いだと10ドルなんですけど、これを検討してもらうのがいいんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今日時間の制約もあるので、レイキャストが持つ全ての機能は紹介できませんでしたが、僕が実際に仕事とか業務で使う機能については紹介できたと思います。これを使いこなすことで、パソコンの操作速度は必ず上がりますし、生産性が向上することも間違いないと思うので、ぜひ触ったことがない人はインストールして、スポットライトをレイキャストに置き換えるところから始めてみてください。1週間使えば必ず戻れなくなると思います。この動画が役に立ったと思う方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。